そんな遠くないので、多分ここのすぐあれが台所です。2メートルぐらいがその台所の排水管なので、その間で油がいるんじゃないかなっていう予想ではあるんですけども、じゃあやっていきます。ちょっと水跳ねちゃうかもしれない。このぐらいの距離の先に油の塊がいるのかなっていう、60センチぐらいですかね、の先に一気に入っていかなくなるので。白っぽいのが油ですね。ので、これから多分塊がボロボロ出てきてくれるかなっていう。で今油のところにずっと高圧洗浄当ててるので、こういう油がもっと全然でかいと思うんですよね。塊がいてくれてるとは思うんですけど。ちょっとずつ手前に来てくれてるので。これが透明になるまでちょっと繰り返してっていう感じですね。そうですね、茶色っぽく。ただもっとあるんじゃないかなと思います。でかい塊がそうではあるんですよ。がいい汚れですね。
いますね。積年の塊がちょっといっぱいになっちゃったのでこんなにいっぱいになっちゃう。なります。うわすごこのーい。辺が砕けた油ですね。うわこれが今砕けちゃってるんですけど、配管の中だと全部塊で存在しているような感じなんですよ。そうですそうです。ーいやまた大きいの出た。本来であればこの音、ジャーっていう音がこっちの方で聞こえててほしいんですけど、音がこもっちゃってるんですよね。いるのか、ただ水の色を見る限りもう透明になっちゃってるんで、油じゃなくて勾配自体がちょっと悪いのかなっていうまあ、あくまでもちょっと予想なんですけど、そんな感じがちょっと見受けられるかなっていうところですね。そうですそうです。ただいくら透明でもまだ油が煮たりはするんで、ちょっとまあ念入りにはやっときますね。つまらないご自宅とかは、私の実家もそうなんですけど、30年以上経っても全くもってつまらなかったりはするので、いや、至って普通です。はい。作りか、まあ、作りですかね。はい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 。そうですね、そういったのも、はい、あります。さっきよりちょっと進んだので、開始60センチぐらいから多分全体的に油がいた感じだと思うんですよね。だからまあこうやってちょっとずつ透明になってきて、まあ、徐々に綺麗になってきてるっていう感じですね。油の方も最後ら辺は黒っぽいみたいな感じですね。そうですね。また黒
だいぶきれい、水はきれいになって。はい、本当だ。いや、すごい、すごい、すごい。本当1メートル、2メートルちょっとか、3メートルないぐらいでこの量なんで、結構いますね。あ、すみません、本当に。あ、いえいえいえ、こちらとしてはやりがいがあるんで。そうおっしゃっていただいて。ありがとう。うん、やっぱ綺麗になってきましたね。まだいそうですね。だいぶ透明ですね。相変わらず水は透明なのに音はこもりますね。そうですね。いや、でも、この最後ら辺出てきたあれ結構大きいですね。そうですね。ね。あ、ちょっとまた茶色くそういう汚れてきた。あ、ないかな、透明かな。今ここでシューって音聞こえたので、あと台所の立ち上がりの配管ですね。今ワイヤーのセンターがいるの。すごい。茶色い。そうですね。こっちはちょっとまあこの辺の汚れがこっちの汚れに近い感じですね。ヘドロみたいなあ汚れで、こっちがほぼほぼ完璧油が主成分の。だからこっち系が詰まりの原因になることが結構少ないんですよ。詰まりの原因になっちゃうことがちょっと離れていただいてもいいですか。いや、すごい楽しかった。ちょっとこれで中からカメラ入れて見てみますか。わかりました。開けっぱなしでも大丈夫ですか。もちろんです。すいません。すいません。排水管の中見てみますか。ありがとうございます。で、こ
こちらの画面を見ていただければと思うんですけども、これが台所の排水口ですね。入れていきます。で台所下のこちらの蛇腹ホースで、すごい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 。はい。その先がさっきまで洗っていた空間になるんですかね。そうですそうですそうおです。でこれが地中に入って外に向かって出るところで、なんかだいぶ綺麗になったんじゃないですか、さっきのコーヒーで。そうですね。多分この辺も油ギトギトだったはずだったので、ねこの辺がなくなって、でこの辺から水がもう溜まっちゃってるんですよね。本当だ。これは構造上そういうもの。基本的に溜まっちゃうのはダメなんですよね。ダメなのね。はい。そうか。ただ一応汚れがないのを今見てもらって、でこれで外に繋がったような感じですね。今外の蓋開けてるので。さっき見えてたあの辺ですかね。そうですそうですそうです。つまり構造上水が溜まっちゃう作りになってるってこと？溜まっちゃう作りというよりか、築何年ぐらいでしたっけ？40何年で、おそらくもともとは水が溜まってないような排水管ってなだらかな下り坂になるように作られてるので、これだと上り坂になっちゃってるような感じなので、40何年とかであればその配管自体がたわんでしまったりとか、地盤のあれとかで配管のその勾配って呼ばれる坂道が上り坂になってしまったりとかなるほど。塩ビ管自体がこうたわんでしまったりとか、わかりました。そういった可能性かなっていうところですね。いや、すごいすごい。排水みたいな。そうですそうです。排水管の専用の機械なんですか？そうなんですよ。おそらくさっきの水が溜まってる感じですと、さっきよりは流れるんですけど、どっかで途中で上がってきちゃう。ちょっと息継ぎしてるような感じの、一回ブーって上がってまた流れてみたいな。そうですね、汚れ自体はもう排除できたので、あとは勾配ってなっちゃうと、もう装備をするとか、そういった感じになっちゃいますね。ただ、おそらくこのトラップって呼ばれる部材をつけると、めっちゃめちゃに流れが悪くなっちゃうかなっていうところですね。でも言うても、さっきよりかは全然違う。でやった。その構造上すべてちょっとねこう下にパイプが沈んで上がる感じになってるから、よく水が溜まるような感じになってるのよ。でも汚れが全然ないから、ほらこう水がね上がってこない。ちょっと私たちからすると。一回上がって流れてっていうのは今汚れがないっていうのは分かってる状態なので、これでもちろんしてくださいっていうのは言えるんですけども、何もない状態でこう息継ぎして流れるようだとなんか詰まり始めてるかもしれないですねみたいな状態ではあるんです。であとあえて水が溜まっちゃうと油分とかがそこの水の上場に溜まっちゃうので、そうすると詰まりが結構しやすくなっちゃうので、定期的にこうバケツ1杯程度のお鍋1杯程度のお水でいいんで、一気にバシャーとかって流していただけると缶全体のに対してこう水が汚れを押し流してくれたりをするので、詰まりの頻度は下げれるかなっていうところではありますね。わかりました。ありがとうございます。いいえ、とんでもないです。とりあえずこの辺はよかして、次浴槽を見てみますね。よろしくお願いします。
やっぱめちゃめちゃゆっくりですね。ここまでじゃないですよね。そうですね。ここまで水の量があってゆっくりっていうのは、これですね。それ何？これを外していただくと、今お分かりになります？あ、何？私たちそれの構造分かってなかったせいか。このネットに、ネットっていうか、トレーナーみたいな。いやごめんなさい、そんなことだわ。で、今これ外したらこんな感じで、バーッと巻いて。知らなかった、ごめんなさい。そうですね。ごめんなさい。大丈夫ですか？すみません。いやー、これ知らなかった。そうですね。髪の毛が流れていかないようにとか、そういうやつなので。いやー、すいません、ごめんなさい。こんな簡単なことだったのに、そんな注意してもらっちゃった。本当ごめんなさい。いい。掃除機でするだけなんで。で、問題なく流れてますね。じゃあ半年間ここの掃除が全くしてなかったせいだったんだよね。いや、恥ずかしいです。すみません。いや、結局良かったです。台所と一緒に見れたんで。はい、助かりました。メタバースをお使いの皆さん、頑張ってるね。そうですね。恥ずかしい、本当に。お願いしていいですか？はい、大丈夫です。これを上にカパーッと戻してあげて、で、あと蓋。これ引っこ抜けば取れるタイプなので、戻すときはこの芯を下げてあげて、これ排水の時上がるって、で、水止める時には引っ込むので、引っ込んだ状態で、ここの4つの線があるんですけども、その間に入れるような感じですね。このセンターとその外回りの連携の間に入れてあげて、あとカチッと押せば OK です。わかりました。で、外すときはしかりで排水のような感じで上にポッと上げていただいて、上にピッとやれば大丈夫です。上に上げていただかないとこれ樹脂なんで折れちゃう可能性があるので気をつけてください。ちょっともう恥ずかしい。いやー、よかったです、よかったです。確かにあれはちょっと遅すぎましたね。これでちゃんと風呂が洗える。もうずっと困ってたんですよ。全然排水しないから。そうですよね。風呂洗っても髪の毛も水ですもん。このぐらい普通に洗ってこうやってバーってかけてでも、間に合うぐらいの排水量ですね。どこぐらいですね。はい。じゃあ、あと車とか片付けてまた最後お声掛けさせていただきます。はい、ありがとうございます。